皆さんどうもこんにちは、富田海斗です。普段は音楽プロデュース、作詞作曲編曲、音楽講師などをやっております。今日は皆さんからね、リクエストもありましたので、ヨルシカさんの左右網という曲を聴いていきたいと思います。僕ちょっとこの曲リアクション動画撮るか迷ったんですね。なぜかっていうと、木下ゆいさんという方のチャンネルで、この曲僕ピアノ弾いてまして、それで普通に結構聴いちゃったんですね。初リアクションとか新鮮なリアクションではないんですが、解説をメインにする感じで進めていこうと思います。今公開中の映画「今夜世界からこの恋が消えても」の主題歌になっています。ヨルシカが実写映画の主題歌を担当するのは初になるらしいですね。眠ると記憶を失ってしまうという実在する難病を患っているヒロインと、自身も大きな秘密を抱えながら彼女を支える主人公の姿を描くというあらすじになっています。監督が「僕は明日昨日の君とデートする」の三木貴弘さんということで、あの映画大好きなんですよね。で、ナブナさんもコメントしてまして、相手の顔や仕草を少しずつ忘れていくことを左右網になぞらえて書いた楽曲ですと。オスカー・ワイルドの幸福な王子を歌詞のモチーフにしています。オスカー・ワイルドってサロメとかをね書いてる作家ですね。幸福な王子を歌詞のモチーフにしてるってことで、読んでいいですか？ちゃんと長いかもしれないけど、実際解説にすごい役立ちそうなんで、ちょっと一回読んでいきますね。幸福な王子と呼ばれる像がある町の柱の上に立っていると。両目には青いサファイア、星の剣の装飾には真っ赤なルビーが輝き、体は金箔に包まれていて、心臓は鉛で作られていたと。これ歌詞に出てきますね今回。しかし人々が知らないことがあったと。その像には死んだ王子自身の魂が宿っており、自我を持っている。王子はかつて宮殿にいた頃には気づかず知らなかったこの町の貧しい不幸な人々の実態を知り、嘆き悲しんでいること。ある日ね、ツバメが王子の像の足元で寝ようとすると、突然上から大粒の涙が降ってくると。今町にね見えている不幸な人々に自分の宝石をあげてきてほしいとツバメに頼むと。剣の装飾に使われていた美しいルビーを病気の子供がいる貧しい母親に届けた。片目のサファイアを植えた若い劇作家にあげて、もう片方を幼いマッチ売りの少女に持って行ってほしいと言われると。ツバメがね、そんなことしたら目が見えなくなってしまうと忠告するが、この風景を見る方が辛いと言われたまま両目のサファイアを届ける。まだたくさん不幸な人々に自分の体の金箔を剥がし分け与えてほしいと頼むと。王子はかつての輝きを失い、みつぼらしい姿になる。ツバメも徐々に衰えて弱っていくと。自らの死を悟ったツバメは最後の力を振り絞って飛び上がり、目の見えない王子にキスをして、やがて彼の足元で力尽きる。その瞬間、王子の鉛の心臓は音を立てて2つに割れてしまった。みすぼらしい姿になった王子の像は心ない人々によって柱から取り外され、溶鉱炉で溶かされたが、鉛の心臓だけは溶けず、ツバメと一緒にゴミ溜めに捨てられたと。天国ではその様子を見ていた神様が、この町で最も尊きものを2つ持ってきなさいと命じ、天使を使わせると。天使はゴミ溜めから王子の鉛の心臓を、そしてツバメのムクロを持ってくる。神は天使を褒め、そして王子とツバメは楽園で永遠に幸福になったと。だからこれになぞらえてると、この歌詞がね。なるほどですね。ちょっとこれを知ってると知らないとで、結構この曲の聴き方が変わってくると思います。ちょっと長かったんですけどすいません。じゃあちょっと聴いていきましょう。いきますよ。君の右手は頬をついている。僕は左手にぬるいマグカップ。なんか物音みたいな入ってると思うんですけど、これがいわゆるサンプリングっていうものになってまして、でさっきのちょっとコメントの続きになるんですが、映画版とこのリリースされてる楽曲のアレンジが少し変わっていると。映画だと冒頭の生活音的なサンプリングを減らしていく、優しくアコギを聴かせる編成になっていると。だから今のこの物音が映画版だと少ないってことですね。君の右眉は少し垂れている。朝がこんなにも降った。一つでいい、違うボタンの一つでいい。君の胸を打て。このダイナミックスすごくない？ヨルシカは割とこう最近流行っているマルサ進行とかジャスタ2オブアス進行とか言うんですけど、4メジャー、3メジャー、6マイナー、1とかね、流行りのコードは使ってないと思うんですね、まだ。逆に何が多いかっていうと、4、5、6とか結構多いんだよね。この曲もそうなってます。4度からスタートして、4度マイナー、これが結構いい味を出してて、君の右手は頬をついている。
僕は左手にぬるいマグカップ。今最後も456ね。君の右手は頬をついている。僕は左手にぬるいマグカップ。君の右眉は少し垂れている。まさかこんなにも降った。うん。ここから一つでいい。知らぬボタンの一つでいい。これね。君の胸を打て。これ結構ね、意外と面白いんですよね。大体だから456とか436とか結構多いんですけど、4度、3度マイナー、5度シャープで6度いくと思いきや2度、5度、6度っていくっていう、ちょっとこう変えてきてるんだよね。一つでいい。知らぬボタンの一つでいい。君の胸を打て。ことを忘れるほどの僕は一つでいい。手探りも今から言うほどに手探りの中を一人その静けさをあ、まだか。その一つを教えられたなら。いやー、美しいですね。一つでいいんだ、右も左もわからぬほどに手探りの夜の中を。で、この時に、手探りの時に、みたいなこう、パン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 っていう、ちょっとアルペジオみたいな裏メロを弾いてるんですけど、これがなんか僕の中では手探り感出てるなと思ってて、こうずーっと同じとこをこう手探りでさまよってるみたいな感覚があります。ちょっとそこ聞いてみましょうか。この後ろでこうやってアルペジオがこう動いてるじゃん。これがなんかさまよってる感じするのかなって、こう見えなくなってきてる感じっていうか、ちょっと先行きましょう。君の左眉は少し垂れている。うまく思い出せない。僕にはわからない。またこう静かな場所が来て、君の右手にはいつか買った小説あれ。それを一人手だけ。こっからだよね。このサビ前の感想結構僕好きなんですよね。4度シャープ、4度マイナー、3度マイナー、5度シャープ分の3か。これすごい好き。左手だけ今回のスイさんの歌い方はブレーメンとはまたちょっと違うと思います。花に亡霊とかね、ああいう感じの歌い方になってますね。ここでコードが抜けるんだね。こういう解決せずに終わるのを、半終止とか言うんですね。こうドミナントで終わる。で、その半終止ってやっぱりちょっと意識的に使うことが多くて、終わらせたくないっていう感情が結構僕はよくあるかなっていう。普通に君の目は閉じぬことをでこう終わっちゃうと終わっちゃうんですよ。そうじゃなくて、君の目は閉じぬことを。コードを解決しないことによってまだここから続きがあるよっていう演出をすることができるんですね。ちょっと最後の方もまた出てきた気がするんで、ちょっと続き聞いていきましょう。「
こなんかマジで毎回聞いてもうるっとくるとこなんですけど、これからさっき言ってた幸福な王子のとこから来てる歌詞ですよね。何回聞いてもいいんだけど、だから心を少しずつ離して君に渡して、その全部をあげるから次のつかから君を、この瞳からサファイアを、あなたの心臓は流せばいいね。これですね。これがちょっとここで7度フラットを使ってきてますね。この瞳からサファイアを、周りの心臓はただそばに置いて、浮遊感が生まれるというか、転換点にできるんですよね。音楽的にまた流れが変わる雰囲気を感じます。次のつかから君を、この瞳からサファイアを、これ次これいい度って言っちゃった。うわー。でやっぱね、ヨルシカは最近の曲ってこう展開が目まぐるしいっていうか、結構早くてある意味余裕がないっていうか、やっぱ何回も聴いてほしいっていう構造になってることが多いんですけど、やっぱヨルシカはね、そこら辺ちょっと余裕があるんだな。普通だったら落ちサビとかも最近は一巡にしたりとかしてちょっと短くしてあげることが多いんですけど、やっぱヨルシカのこの一個の流れがしばらく続く感じがあることによって、この物語へのこの没入感が増すんだよね。一個一個のシーンにやっぱり没入できるんですよね。だからそこがヨルシカの一個の良さでもありますよね。だからやっぱこの曲も4分27秒なんですけど、やっぱ最近の中で言うと、まあそんなに短い方じゃないけど、やっぱその分ヨルシカのこのストーリー性っていうのを際立たせてるなと思いますね。こういう余裕のある構成作り。知らぬボタンの一つでいい、君の胸を打て、涙も忘れるほどの幸福を、ここで強くなることとか多いんですよね、曲って。最近の曲って。今日の小雨が止むための太陽、なるほどな。うわ、わかった。その一つを教えられたなら、これですね、まず。何をちょっと言いたいことがたくさんあります。ちょっと最後からの方から言っていくか。教えられたなら、ここが半終止になってて、終わらせてない、解決してなくて、こう長くその間の空白が用意されてるっていうのが、やっぱこうちょっと終わってほしくない感じがするのかな。あれ何言おうとしたっけな。そう、僕思ったのはこのサビの時になんだろうな、呼吸みたいな音がするんですよね。このピヨーンっていう、これってツバメだなって今思いました。僕の解釈ですけど、このずっと上を飛んでる感じというか、なんかこう渡り鳥の存在をここで示唆してんのかな。これずっといるんだけど、これこういうの、これがツバメの鳴き声なのかなっていう、幸福な王子のそこから結構ヒントをもらった気がします。気づかなかったな。結構これ存在感がある音だったから、しかもよく使われる感じの音じゃないし、どういうこの意味なんだろうなって思ったんですけど、今ようやく繋がりましたね。ちょっとまあみんなで考えていきましょう。コメント欄ぜひ書いてください。ちょっと最後聞いてみましょうか。あなたとはその一つを教えられたなら、何を食べても味がしないんだ、体が消えてしまったようだ。
私の心がずっと一つだと思ってたんだ。あ、ブレメン。やっぱ最後も半終止で終わってますね。ずっと一つだと思ってたんだ。こうコードを解決させないっていうか、他にも余白を感じる部分がたくさんあって、少しずつ消えていきそうな尊さみたいなのを感じますね。映画版だとまた編曲というかアレンジがまた違うらしいんで、ちょっと映画行って聴いていきたいですね、これ。僕も今裸になってというユニットでミュウさんという女性ボーカルの方と一緒に音楽を作っていますので、新しく出たサードシングルでいいねという曲を今リリースしたんですけど、自分で言うのもなんですが、これはなんか起こりそうだなっていうなんかバズる予感をちょっと感じながら制作してるんですが、まあ今なら最強の子さんになれるんで、ぜひ聴いてみてください。評価とチャンネル登録の方も忘れずによろしくお願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。